こんにちは、月島です。今回は2023年のブラックフライデーと年末にかけてのホリデーセールで購入した DTM 関係のエフェクトプラグインやソフトウェア音源を簡単にレビューして自分の備忘録としても動画に残しておきたいと思います。目次です。ユニバーサルオーディオのエフェクトプラグイン、プラグインドクター、ウェーブスのプラグイン、D-Sonic リアルフォーンズ、アートリア EFX リフレクト、アベンジャー2、最後にまとめです。UAD ユニバーサルオーディオのエフェクトプラグインは全てではありませんがネイティブ対応になりました。ネイティブ対応とは専用のハードウェア機器がなくてもパソコンのパワーだけでプラグインを動かすことができるバージョンのことです。そして昨年の11月頃に LA2A のプラグインが無料で配布されていました。それをきっかけに私は気がついたらアップグレードしてバンドルパックを購入してしまい、一気に大量のエフェクトプラグインやソフトウェア音源を入手することになりました。そしてバンドルに含まれるプラグインは定番と言って良いヴィンテージプラグインが中心です。他社製品ですでに持っているものがほとんどですが、76タイプの音を比較してみました。視聴してみたいと思います。このような感じになります。今後ミックスで使用してみるのがとても楽しみです。一応念のための情報ですが、UAD プラグインのネイティブ版を使用するには iLock アカウントが必要になります。また購入したバンドルにはソフトウェア音源も多数含まれていました。これらも今後使用してみるのが楽しみです。UAD プラグインの世界に足を踏み入れたことで同じタイプのプラグインが増えることになりました。そこで各社のプラグインでどのように効果が違うのか検証をしてみたいと考えてプラグインドクターを購入しました。プラグインドクターを使用するとイコライザーの周波数特性やプラグインによって加えられる歪み、ノイズ量など挙動や効果を様々な角度から検証することができます。プラグインの特性を知っておくとミックスに使用するときも役に立つと思います。またプラグインドクターはパソコンにインストールされているプラグインをすべて読み込んでから個別のプラグインを解析しますので、読み込みに時間がかかる場合があります。ただ一度読み込んでしまえばすぐにプラグインを呼び出して解析をすることができます。ニューヨークにある伝説的なスタジオザ・ヒットファクトリーのコントロールルームをヘッドホン内に再現するプラグインです。ヘッドホンを使用してミキシングをする際には必須のプラグインです。スタジオの複数あるスピーカーを使用すると音の変化が見られますので視聴してみたいと思います。
私がこの類のプラグインを購入するのは3つ目になります。それぞれのスタジオで音響特性が異なりますので、楽曲のジャンルによって使い分けていければいいなと考えています。シルクボーカルはイコライザーとダイナミクスプロセッサーを搭載したボーカル用のプラグインです。シンプルな操作でボーカルを処理することができるようです。アコースティックギターのアルペジオフレーズにかけてみました。視聴してみたいと思います。以上のような感じになります。低域、中域、高域の3バンドでダイナミックイコライザーをかける感じだと思います。圧縮量はグラフにリアルタイムで表示され、さらにリッスンボタンもありますので、効果を確認しながら調節することが可能です。今後使い方を覚えて活用していきたいと思います。楽曲のキーを判定するプラグインです。私は Apple Silicon の MacBook Pro を使用していますが、このプラグインを起動しようとすると DAW が落ちてしまい、残念ながらまだ使用することができていません。今後アップデートされて使うことができるようになることを期待しています。何年ぶりかに WP を申し込んで、すべてのプラグインを最新のバージョンにしました。今までは古いバージョンが混在する状態で使用していたので、すべての Waves プラグインが最新バージョンになり、すっきりしました。一番恩恵を受けたと感じるのが、スタジオプラグインのリファレンスヘッドホンの数です。以前は数えられるほどしか用意されていませんでしたが、最新バージョンだとものすごい数のヘッドホンとさらにイヤホンまで用意されるようになりました。私が所有しているものも追加されましたので、これから使用するのが楽しみです。D-Sonic Real-Phones は使用するヘッドホン内にスタジオのコントロールルームをシミュレートするプラグインです。Waves 社以外のものを初めて購入しました。また、私の購入したグレードだと3つまでヘッドホンを選んで登録することができます。プラグインをかけてみましたので、聞き比べしてみたいと思います。以上のような感じになります。そしてリアルフォーンズはスピーカーの広がり具合を細かく調節するなどして追い込んだ設定も可能です。また私が購入したすぐ後にバージョン2がリリースされました。私は購入したばかりなので無料でバージョン2をインストールする権利をもらえたので良かったです。スタジオやテレビ、クラブや車、リビングなど様々なシチュエーションとスピーカーがバージョン1より増えています。これらはライブ楽曲ミックスの助けになると思います。アートリア EFX リフレクトは音に変化をつけられる飛び道具的なエフェクトプラグインです。プラグインをかけてみましたので、聞き比べしてみたいと思います。
平坦だったシンセサイザーの音が動きのある音に変化しました。とても実践的で良いクオリティをしていると感じました。ソフトウェア音源のアベンジャー2がリリースされましたのでアップグレードしました。これ一つで曲が作れるくらいサウンドライブラリーが充実しています。今までバージョン1は持っていたものの、私の中ではあまり使用頻度は多くありませんでした。ただ話題のシンセサイザーですので、今後使い方を学んで活用していきたいと思います。UAD プラグインの世界に足を踏み入れたことが私にとって大きな変化があったホリデーセールでした。今後ミキシングで使用するプラグインが変わっていくと思います。また同じタイプのエフェクトプラグインが増えましたので、会社ごとの比較検証もしていきたいと考えています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。